軽食ってどういうの食べてるんですか？プリンとか自分で作り置きしてたりするんですよ。抹茶プリンとか好きで、そういうのとか夜ご飯で残ったもの、あと視聴者さんが送ってくれたもののお菓子とかかな。いつも楽しく見させてもらってます。トゲちゃんはゲームとかしますか？好きなゲームキャラクターとかいますか？今はもう全然ゲームやってないんですけど、高校の時とかはね、ぷよぷよすっごいハマってて、ゲームセンターでガチでバトルするやつこのやつでもう本気でぷよぷよバーって積み重ねて大何連鎖とか1個消したらバーって全部消えていくやつ、あんなのとか作るのすごい得意で、今も多分作れると思います。ぷよぷよは相当強いって自分で自信持って言えます。あとピクミンとか動物の森牧場物語とかやってたかな。なんかほのぼの育てたり釣りしたりするやつが好きですね。食べても太らないのはなんでですか？めちゃくちゃ来る質問、以前もいただいた質問ですね。これちょっとネットでちょっと間違えてますよ皆さん。これ私なんか勝手に大食い YouTuber になってますけど、私は大食い YouTuber ではないです。なぜかというと、大食いの人が食べてる量と私の量は明らかに違います。私が食べてる量ってそこそこも普通の食事なんですけど、たまに大食い企画とか今までやったことがあったから、多分それでねイメージが大食いの YouTuber ってなってるんですけど、そんなことないです。私普段の食事すっごい普通です。むしろもうめんどくさくて食べない時あるし質問です。美味しすぎてよく食べるものとかありますか？あったらぜひ教えてください。少し前まで結構出てて、最近あんま見ないかもしれない。コンビニ CU で売られてたティラミスクリーム餅、あれめっちゃ美味しい。 Twitter とかでも載せたかな。あれはねすごく美味しくてしょっちゅう食べてたんですけど、最近あんまり見かけなくなったからしょっちゅう出前で注文するのが BHC のブンバースティック、BBQ のジャマイカトンタリグイってすごい似たような商品があるんですけど、私はね完全に BHC 派ですね。結構注文して食べます。子供の頃に習っていたものは今まで習ったもの全部あげるとすれば、ピアノ、バイオリン、クラシックバレエ、塾、バトン、バトンって棒をこうやるやつで、茶道、お茶立てる方ですね、茶道。1年の中で好きな季節は絶対夏、もう一生夏でいい。ずっと夏がいい。冬やだ。質問なのですが、とぎもちさんの好きなことは何ですか？一番ワクワクすることを教えてください。出前注文して待ってる時間が一番ワクワクしてる早く来ないかなみたいな感じですね。海外のディズニーは行かれましたか？好きなディズニーキャラも教えてください。フランスのディズニーランドも行きました。フランスのディズニーランドはね、なんかピンク色のオーロラ姫のお城だったかな。結構楽しかったですよ。でもやっぱり東京ディズニーランドの方が規模は全然大きかったですけど。韓国に行ったら絶対食べた方がいいよというものはありますか？個人的に好きなのはハナムテジチップのサムギョプサル、トンデムンのタッカンマリ、あとね値段安くて美味しいので言えばモクシドンナのトッポギ鍋、自分で材料いろいろ選べます。あれもねすっごい美味しい。値段の割にすごく美味しい。韓国料理に限らず一番好きな食べ物と一番好きなチーズ料理は何ですか？これからも豪快に食べて頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。一番好きな食べ物は、私ねさっきも言った通りハマりやすく飽きやすいんで毎回好きなもの変わるんですけど、でも昔からずっと好きなのはやっぱお餅かな。お餅がすごい好きですね。あとチーズも基本食べて伸びるもの好きなんですよ。一番好きなチーズ料理は結局チーズフォンデュ。香川に好きなチーズフォンデュの出てくるお店があるんですよ。しょっちゅう行ってる、帰るたびに。チキン動画の時によく出てくる鶏のぬいぐるみどこで買ったんですか？可愛いです。今ここにいる2人ですよね。この2人よくね質問で聞かれるんですけど、何年か前に韓国のダイソーで買ったんですよ。多分ね値段は1個5000ウォン、約500円ぐらいかな。なんかブニョブニョしてるんですね。体もふわふわですごい気持ちいいし、もうでも最近はダイソーであんまりどころか全く見かけなくなった。ダイソーのねぬいぐるみコーナーって入れ替わりが早いんですよ、韓国は。いつも楽しみに見ています。何カ国も旅行しているトゲちゃんですが、これから行ってみたい国と行ってよかった国を教えてください。これからも頑張ってください。まず行きたい国はモルディブとかエジプトに行きたいな。で行ってよかった国はもう完全にギリシャのサントリーニと青と白を基調にした場所です。もうギリシャのサントリーニは最高、ほんと夢の世界。もうね全部がおしゃれ。もう観光、もろ観光地だなって感じです。好きな YouTuber さん誰ですか？韓国 YouTuber さんだったらシュギさんが好き。シュギさんのチャンネルが私は一番見てるかな、昔からずっと。日本の YouTuber さんだったらもう何回も言ってる通り、私ハマりやすく冷めやすいから1週間ごとに毎回好きな YouTuber さん変わってるんですけど、今よく見てるのはインドのチャンネルかな。インドっていうかなんかインドに住んでる日本人の方が上げてるチャンネルがあるんですよ。それよく見てるかな。あと個人的に博士太郎さんすごい好きだから、博士アカデミーっていうなんか博士太郎さんのチャンネル始まったの、これもちょっ
ちょいちょい博士太郎さんが出てる時だけは何回も見てるかな握手会ももう何回か行っちゃいました。博士太郎さんに会うために日本ちょいちょい行ってます。そのコンサートというか。杉本さんと血のつながってるご家族は皆さん食べても太らない体質なのでしょうか。とても羨ましいです。比較的とぎもちママもとぎもちパパも細いです。このとぎもちパパに関してはめっちゃ食べますよ。私も結構食べる方だけど、私の何倍も食べるかな。とぎもちパパすごい食べる。でも細い。とぎもちママめちゃくちゃ昔からすごく細い。でも結構夜中とかお菓子とかバリバリ食べてますね。いつも拝見しています。むしゃくしゃした時に豪快な食べっぷりを見てストレス発散させてもらってます。とぎちゃんのストレス対処法は何ですか？本当にストレス溜まったらケーキワンホールボンと買ってきて何もせずにケーキ食べるとか、あとチキン注文して部屋で無心に食べてるとか、あと旅行計画立てるっていうのは私のストレス発散法です。正直旅行行ってる時よりも旅行計画立ててる時が一番楽しい。30万人突破おめでとうございます。とぎもちさんの好きなパンは何ですか？あと好きなパン屋さんも教えてください。私が好きなパンはそぼろパン、メロンパン、カレーパン。韓国で好きなパン屋さんはキンミョンモです。好きな漫画とかアニメとかってありますか？漫画だったら私少女漫画あんまり読まないんですけど、こっち向いてみーことか、あとあさりちゃんとかすごい好きだった。アニメはね、一時期エヴァンゲリオンめっちゃハマってて、エヴァンゲリオンは好きでした。次に行く海外旅行はどこか決まってますか？いつも動画見てます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。今のところ、香港に行く予定が決まってます。あと香川に帰るのはしょっちゅう帰ってるんで、もうはい旅行じゃないですけど全く韓国語勉強してなくて話せないですが、韓国旅行してお店でご飯食べることできますか？もうできます。これねすごい来る質問でちょっとお話したかったんですよ。韓国もそうだし、私の中では海外に行く時にそんなにねその国の言語話せなくても大丈夫って思ってます。この前も私香港に一人で行ってたんですけど、なんとでもなります。本当にもう中学校で習うような英語とかでこれくださいとかこういうのありますかとか簡単な英語でどうにかなります。最近だったらね翻訳アプリとかもいっぱい出てるし、そういうの使ってもいいですし、結構そんなに心配しなくても大丈夫です。韓国で一番好きなお菓子は何ですか？ヤッカです。ヤッカ花形のなんかクッキーみたいなドーナツみたいな謎の食べ物。学生の時バイトしてましたか？おすすめのバイト先はどこですか？私めっちゃバイトしてました。もう本当にありすぎて言い切れるか分かんないですけど、郵便局の正月の短期バイト、コンビニ、ファミリーマート、なんか短期の警備員のバイト、あと長期で大学4年間ずっとやってたのが家庭教師。これはね一番おすすめかもしれない。まず一番に時給が高い。1時間2000円以上は当たり前かな。でね楽問題解いてもらってる間は待ってるだけだし、でそれを丸付けしてから間違えたとこちょっと教えて、私はね中学生何人かとあと高校受験前の子を何人か見てたんですけど、やっぱりね自分の勉強にもなるんですよ。うわ懐かしいって感じで、なんか終わった後にその家のお母さんとかが「先生これ持って帰ってください」って言ってお菓子とかいろいろくれてたりとか、なんか私が家庭教師で持ってた子で中学1年生から中学3年生まで受験までずっと見てた子がいたんですけど、その子もともとあんまり勉強が得意じゃなくって、でも結局ねもういけないだろうっていう高校に最後ラストスパートで頑張っても、私の努力じゃなくてその子の努力なんですけど、結局高校受かったんですよ。その時にお母さんがすごい喜んでくれて、やってよかったなってめっちゃ思った。そういうちょっとした感動もありましたね。あと本当に短期のバイトだったら結婚式場のお皿配りとかお料理出しとかそういうバイトはしたんですけど、それもすごい良かった。なんかフォークとかナイフとかこうレストランとかで並べるじゃないですか。あれを料理だけ見て置けるようになった。あとね効率のいいバイトが大学院の時にね、なんか大学院生って TA っていう知ってます？ TA ティーチングアシスタント、誰かの教授について教授の研究のお手伝いとか、あと大学生の期末試験とか中間試験の試験監督ですね、カンニングしてないかとかね採点をやったりだとか、そのバイトはね、時給が1300円1400円、結構高いんですよ。ただね試験監督はねしんどい1時間半シーンとした何もない場所でただもう時間全然経たないなみたいな感じでしたね。前日食べきれなくて残ったチキンは次の日でも美味しく食べれますか？ホテルに電子レンジなのがないのですが温めなくても美味しいですか？これ言っちゃえば2日目のチキンは美味しくないです。もうね1日経つとね、もうお店に関わらずどこのチキンも油が酸化しちゃうのかな、なんかもうサクサク感なくってちょっとべっとりした衣になって、中のねチキンもね油が飛んじゃうのかパサパサなチキンになりますね。これね電子レンジで温めてもねあんまり
変わらないんですね。だから私はできるだけその日に食べきるようにはしてます。韓国でここは行ってみてっていうおすすめの場所ありますか？でチェジュ島はすごいみんないいって言いますね。で私が行った場所でソウルとかだったらまあでもみんな行っておおって思う場所といえば東大門トンデムンのDDP ってあるじゃないですか。なんちゃら展示プラザだったかな。そこの夜7時ぐらいから LED のね、バラの花のライトアップやってるんですよ。それは結構綺麗です。本当に綺麗。結構インスタ映えします。杉本さんらしくていいと思います。長男が9月に韓国に遊びに行きます。ミョンドンやプサンにはお休みの日があると聞いたのですが何曜日か知りたいです。そう9月に行かれるんですよね。主足があります。確か9月の22、23、24、25、26までだったかな。ここまでが韓国の大連休。このね日は韓国旅行ちょっと避けた方がいいかも。本当にお店がすごい閉まる。結構どこのお店も閉まっちゃいます。多分一番も閉まるんじゃないかな。秋に韓国旅行に行きたいと思ってるのですが韓国のトイレ事情を教えてください。トイレットペーパーを流しちゃいけないとよく聞きますが、そうです基本的に韓国の家とかだったらトイレでトイレットペーパー流してもいいんですけど、外とかはねやっぱりなんかちょっと詰まっちゃうとこが多くって、だからねトイレの横に大きなこんななんかゴミ入れる缶みたいなのがあって自分で使った後にそこに捨てるみたいな、便器の中じゃなくって、はいこんな感じですかね。本当にたくさんの質問ありがとうございました。もうね以前質問回答動画1回やったからもうないかなって思ったんですけど、意外と皆さんくださって助かります。ありがとうございました。また40万人記念の時に動画見てくだされば嬉しいです。またそこでいろいろお話しします。以上、とぎもちの質問回答動画でした。